皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回はですね、将棋王座で指しました対局の解説編をお届けいたします。本局はですね、私の矢倉に相手の方が雁木からね、右四間飛車に構えまして、矢倉攻略を目指すというね、構図になりました。今回のテーマはですね、矢倉に対する、相手のね、角の利きですよね。相手の角を封じ込めるというのが非常にね、今回戦いにテーマになりました。この辺のね、指し方のポイント、考え方などを大盤を使って解説していきますから、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速対局の方を振り返っていきたいと思います。本局私がね、後手番ですので、将棋王図の実際の画面とね、逆になってしまうので、若干見づらいという方もいらっしゃると思うんですけれども、対局編の方とね、合わせてご覧いただければなと思っております。先手7六歩、8四歩、2六歩に、8五歩、7七角、3四歩に6八銀と。ここまではですね、角換わりと呼ばれる戦型のスタートですよね。ここで7七角成と交換して同銀に、例えば2二銀と上がったりしてね、これですとお互いに、角を持ち合うね、角換わり戦という将棋にね進んでいきます。本局は私がここで、4四歩と。これがね、近年ね、プロの公式戦でも増えてきているんですけれども、先手が角換わりを目指した時にね、4四歩と角を止めてね、角換わり戦を簡単に言うと拒否するというね、違った戦型に持ち込むという指し方ですね。はい。で、4四歩に対して4八銀、4二銀、7八金、3二金。先手の方もね、2五歩と先についてしまうかどうかっていうのは非常に難しいところですね。この歩をついてしまうと、もちろん早めにつけばね、後手が3三銀と上がるか、もっと早くついとね、3三角しかなかったんですけど、上がらせることによって、後手の形を決めさせるというのは一つなんですけれども、ただ先手の方もね、本局出てくるんですけど、桂馬が最後2五桂と飛ぶような手がなくなるので、この歩をつくかつかないかというのもね、非常に地味なんですけど、一つね、ポイントなんですよね。本局は使わない形ということですね。3二金に対して4六歩と。6二銀。6九玉。5四歩に4七銀。5二金に7九玉と。そして4一玉。1六歩。1四歩と。この辺りはですね、お互いに玉を囲いながら、相手がどういった形にね、組んでくるのかっていうのを探り合いというかね、相手の出方を見ながら駒組みを進めているようなところですね。先手の方としてはね、4六歩4七銀なんで5六銀という上がる形でね、腰掛け銀の形が見えてるんですけれども、私の方がね、これ雁木4三銀と上がって雁木の形にするのか、3三銀と上がって矢倉の形にするのかっていうのをまだ保留している状態なんですよね。それによってその先の進行が大きく変わるので、そのあたりがポイントですよね。実際これ3六歩とついて、ここでね、4三金右と上がったので、これで雁木がね、矢倉の形になりやすくなったかなと言えますね。4三銀と上がる形もあってね、この間でどちらがいいとかもう簡単には言えないですね。どちらもほぼ互角の将棋にはなると思うんですけど、実戦は4三金、最近は4三銀の形もね多いですけどね。はい、4三金と上がって3七桂に7四歩と。ただこの7四歩から実戦もそうなんですけど、この7四歩はちょっと工夫した手で、ただ矢倉に組むんなら3三銀と上がればね矢倉になるんですけれども、ただですね、この角が効いている形でね、矢倉に淡々とにね組むと結構危ないことが多いんですね。具体的に言いますと3三銀に例えば5六銀と上がって3一角と引いたと4八飛車と回るようなね、こういった形に組まれた時に、例えば4二角と上がると矢倉に組めるんですけど、こうなるとですね、角が直通してますと2五桂と、この歩ついてない効果ですよね。これついてないからこれ飛べるんですけど、桂馬を飛んで銀取りですから、じゃあ銀を逃げよう、桂先の銀だと逃げると4五歩と突かれて、これね、後手の方は一見すると自然な手しか指してないんですけれども、先手のこの角の利きがね非常にきついんですよね。これはもう早くもね先手が優勢になるんですね。同歩ですと香車を取られちゃいますし、銀を上がっても歩を取り込まれてみると今度は飛車角で実はこれ2枚替えになっちゃうんですよね。同銀には同角あるいは同飛車という形でね2枚取られちゃうので、一気にね普通の手をやってるつもりが
まあ矢倉に組んでいったら潰されてしまったっていうのはね、こういう先手のこの7七の角ですよね。まあ本局オープニングでも言ったんですが、この角をの利きっていうのをまあ矢倉側は非常にこう注意しておかないと、ただ普通のことをやってるだけなのにこの角の利きが強力で潰されてしまうということが起こり得ちゃうんですよね。ですので実際はね3三銀と上がらず7四歩とついて、まあ、この7四歩とついてね、先手の出方次第、例えば同じように5六銀でしたら3三銀ではなくて7三桂と飛んで4八飛車、先手は同じように組みますよね。この時に5三銀とこういう形で受けるっていうのは一つのポイントなんですね。で仮にこう4五歩ときてもこの角がこの角と対峙してるので、例えば3一玉と取ったりしといて、これ受けやすいのなんとなくお分かりいただけますかね。先ほどですとこういう形ですので、これはね桂馬飛ばれてこういう形ですか。これは角がこうなんていうんですかね、全く働きのない形になるんですけど、角をあえて移動させないで4筋の補強に当ててるわけですよね。これですと2五桂も空振りですし、仮に4四歩と取ってきても同銀と取った時に角が支えてますから、先ほどのように同角から2枚替えされちゃう、あれ同飛車が2枚替えされちゃうという手がないんですよね。これはねまあもちろん先手も十分戦えますが、後手のもね簡単に潰れることがないんですよね。これは7四歩という手は単純に言うと、この角をね引く手を保留して先手が急戦をしてきた場合には角を引かないで指すよという意味だったわけですね。まあ、実戦はこの7四歩に対して5六銀ではなくて6六歩と突いたんですよね。まあ、この6六歩によって状況がちょっと変わったということですね。この歩を突いたことによって、これが別に悪い手とかではなくて、まあ、これはちょっと穏やかな手で、なぜかというと角の道が止まるんですよね。こう止めてくれるんであれば実際もそうなんですけど、7三桂と一回飛んで6七銀に今度は3三銀ってことなんですよね。お分かりいただけますかね。この角の利きが止まったので今度は銀上がって角をやりやすいっていうことなんですよね。でこう止まったからと思って油断しているとこう6五歩とついてくることがありますから、先に一回桂馬を飛んでるわけですね。ついてくれば同桂で取っちゃうよということですよね。でまあ7三桂で6五歩を警戒しつつ今度は角を引いて使うよというプランを作った私に対して、相手の方はここでね5八金3一角に5六銀右とね出て、これは実はね次に6五歩とついて再び角を使ってね攻めていく手を見せてるわけですね。例えば、のんびりと4二角6五歩3一玉と一番まずいパターンですね。これものんびりとこう矢倉に組んじゃうと桂馬を飛ばれてみると、これ先ほどとほとんど同じ感じになっちゃいますね。銀が逃げて歩を突かれてね、やはり角道が通ってることによってまあ矢倉に組んでも全然受けきれないというね形になってしまいます。ですのでこの5六銀でね、次の狙いは6五歩っぽいなという感じなんですね。要はねこう出てきたからね、まあ、こっちももちろんあるんですけど、警戒すべきは角の再始動ですよね。ですのでここで私はね9四歩とついたのはこれさりげないんですけど、ちょっと欲張った手で、まあここで4二角と上がると6五歩とついて、まあ、これで6四歩って手もあるんです。これですね角1手上がる手が無駄になるんですよね。ですので一回ねこそっとこう歩をついて、もちろん歩を受けたらまた何かね指さないといけないんですけど、歩をついて、まあ実際相手の方は6五歩だったのでこうついてから6四歩ですと、この角一回ね上がる手を省略できる、この歩一手得するというね、地味なんですけど大きくね一手だけ得するということですね。で6四歩に同歩同角と。一応ねこの歩を、取るような狙いがあるので飛車を回ったんですが、歩を打つ手もあったと思いますね。先手はね6五歩と打っちゃう手もで、出られても4七金と上がって、実はこの角狭いんでね、深く引くとね、端攻めや桂跳んで両取りもありますし、ここに引くと例えば1五歩同歩2五歩1三角1五香でね、私の方もこの歩が取れたかどうか取れたかどうかっていうと難しかったと思います。ですのでもしかしたら歩には角を引いたかもしれないんですけど、それで飛車もあるとかね、これで一応どうですかね、一歩持ってるんで私の方もこの辺つくとかね反撃があるので、先ほどのようにのんびりと矢倉に囲うわけじゃなくて、これで例えばこの辺も絡めたりね激しい攻め合いが予想されました。実際はここで4八飛車はね4六角を防いだ手堅い手なんですけれども、
私はここでね6五歩と、ここに位置にね角が安定するのが非常に大きいんですよね。攻めの牽制になりますからね。この歩を交換しないで角を出るとやっぱ疲れてね追われちゃうんですけれども、歩を交換した後に出てこう歩を打てればね、この角っていうのはまあ浮いてはいますけど、この角を追うのが難しいんですよね。これですとね、桂馬を飛んで攻めてた時にすぐこう香車も取れたりしますので、先手の方もね攻めが難しいんですよね。で実際はここで6六歩と打ちました。こうね角のポジション争いみたいな感じなんですけど、実はね、この6六歩が私の方としてはね待っていた手で、同歩同銀でね、これで歩を打つとね同銀と取られて、例えば同桂同銀で、銀桂交換でも例えばこういう感じですね。銀と桂馬の交換になっても角を追って、結構先手のね攻めの駒の勢いもいいんですよね。ただ同歩同銀となった時に、これでね実は私も歩を打たずに同歩同銀に、6三銀と上がるのがね、私のちょっとした工夫でして、もちろん相手の方は6五歩と、この場合はね銀出てってもね今度は、歩を多く持てないので歩を打つんですけど、4二角と引いた時にこれねこう銀を1個上に上げさせてるっていうのが実は私のね工夫した手で、これですとねやはりいずれにしろこう2五桂から4五歩というのをこう恐れないといけないんですけれども、6六歩と6五歩と打ってちょっと難しいんですけどね、歩を打って歩を合わせて同歩同銀ってやってから銀を上がることで一手銀上がる手をね実は先手に指させたという効果があるんですよね。こうやることで角が先手の7七の角がね、こっちですね、7七の角が非常に実は使いにくくなってるのでお分かりいただけますかね。この銀がいわゆる重い形になってるんですね。これ下の方がいいんですよ実はね、一手指してるんですけど、こう下の方が角道通ってるんですけど、銀をかぶせることによってこの角を封印したっていうのが、非常にちょっと難しいところなんですけどテクニックで、これでちょっとね先手陣が攻撃しにくくなったんですよね。実戦はこの4二角で4五歩と攻めてったんですけど、銀2枚並んでて破壊力があるように見えて、同歩と取って2五桂に4四銀と上がってみるとね、やはりこの銀がちょっと使いにくいのお分かりいただけますね。もう繰り返しになりますけど、下ならばこの6、4、実戦も出てるんですけど4五銀で出た時にかなり破壊力がありますよね。実戦はこの形で4五銀と出たんですが、同銀同飛車に4四歩と打ちまして、角が効いていればこう角がね殺到するような手も場合によってはあるようなところですけど、実戦は飛車を引くしかないと。そこでね、先手後手もいろいろ手があるんですけど2四歩とこの桂馬を取りに行くのがね、落ち着いた手で、先手の角がね働いてないところに目をつけてますよね。で先手もね桂馬を取られるのまでになんとかこう手を作りたいんですけど、この銀が移動する前にね移動する場所がないんですよね。ですので実際は5六とついたんですが、これはね2五歩と桂馬を取って、はっきりこれはね私のペースになりましたね。後手の優勢になりましたね。で5五歩と少しやはり角を使うのに手間取ってる感じで、ここから反撃します。9五桂と得した桂馬なのでね使いやすいんですよね。桂馬を打ちまして、これはね次に8七桂成と飛び込みまして、同金に8六歩と突くと飛車角の力でね一気に先手陣を崩壊させることができます。ですので9五桂に9六銀と受けたんですけど、桂と銀の打ち合いなんですけれども、私の方は得した桂馬で、先手の方はね、しょうがないんですけど銀をね貴重な戦力の銀を端に打たせたということで、この打ち合いもね微妙に私の方が得をしてると思います。それというてから、7五歩と。将棋はね角の頭っていうのは常に弱点の一つですね。ここはいろんな手が本当あったと思いますね。ただ8六歩ですと同角でねこの封印してた角が角交換になっちゃうのがちょっと、なんとなく、私の方としてもね嫌なので、こう角をねそのままいじめるという。同歩でしたら7六銀と打って桂馬もね飛んでいける形になります。実戦はね7五にこの 6七金も5八銀があるんでね、実際は同銀と取ったんですが、ここからはね快調な攻めが続いていきますね。6五桂と
飛びまして角が逃げたんですけれども7七歩、これはね7やる手筋ですよね。桂馬が飛んでまあその桂馬を飛んだ先にね歩を連続して打っていくと。で再び桂馬をかぶせて、これははっきりね、厳しい状況に、ね、なりましたね。実戦は、6七金と寄ったんですけど、これもね、歩の時に引いちゃうとこう取りで来られちゃうので寄るのが手筋なんですけど、寄りでもね構わず歩を垂らしまして、この時にね、先手の方に銀があると受けやすいんですけど、銀ここに使っちゃってるんでね、私の方が銀を持ってるかつ銀打って攻める手があります。で、6八玉と上がったんですが、ここでね対局中も言ってたんですけど、狙いの一手ですね、2四角とこちらサイドに角を使う手がありますね。で桂馬がここに効いてるんで非常にこの王手が受けにくいと。6四歩と、4六歩と受けたんですが、4五歩と攻めていきまして、これでちょっと攻めが止まらないですよね。金が上がっても銀打つ手や取って同金で歩打つような手があるのでね、実戦は2五歩と取ったんですが、もう一気にね4六角と飛び出まして、同飛車同歩でね、角を渡すとね、大馬を渡すと私の方もいろいろ気を使うところも出てくるんですが、それ以上にね飛車を持って次にこう8八飛車とかね打っていく手がきつすぎますよね。実戦はこの拠点を7七金と取ったんですけど、これはちょっと辛い手ですよね。同桂成と金も剥がしまして、で同角と。ここからは着地というかね寄せですね。こういった時にどうするかなんですけど、いろんな手があるところなんですけど、王様を寄せる時はねこう上から押さえつける手がいいですね。5六銀と上に逃さないように攻めていくということですね。実戦は歩を取ったんですが4七歩成と取りまして、難しい手はいらないですね。本譜は4二歩、これはちょっと攻めて人たちという手なんですけどね、同飛車に2四角とね攻防に打ったんですが構わず5八と取りまして、ここからは詰みですね。玉を寄ったんですけど6八飛車と、詰みがなくても私の方が安全なんですけどね、6八飛車と、打ちまして、同角と取って同と同角と取ったんですが、角金2枚持ってますからね、6七角と打ちまして、王様を上がって7八金、最後まで指されましたね。本局ね王様上に上がったんですが6五金と打って、ぴったりね即詰みということで投了となりました。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね将棋大勢指しました対局の解説編をお届けいたしました。近年ねプロの公式戦でもね増えてきている矢倉に対してのね雁木系、あるいはカニ囲い系からのね右四間に組んでのね矢倉攻略という形はね、最近ね矢倉が好きな私もそうなんですけど、矢倉党にとってみるとね天敵と言われるね指し方なんですよね。ポイントはねやはり角ですよね。角、矢倉という形は上部からの攻めに強いんですけれども、角の利きがね強力で、それによってね攻略されてしまうというパターンがね非常に多いんですよね。相手の角のね利きを意識して相手の角を働かせないというのがね、うまくこなす上でのねポイントになります。こういったあたりをね繰り返し見ていただいて、皆様のね実践の参考になればなと思っております。この動画が良かったのでグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。